ゲリラを始めてしまった。久しぶりでやり方わかんない。どうやるんだっけ。ちょっとお待ちくださいね。チャットを出しますので。本日はレジンはやりません。やるのはホビーショーの準備を今から行うので、その風景準備してるところを見せつつ、結構いろいろ起きてるんで、軽く語ろうかなって感じだよね。気づいた方がいてる。すごい。こんにちは。久しぶりのゲリラなのに気づいてすごい。ありがとうございます。今ね、ホビーショーのちょっと待ってな、照明が暗くないかこれ。ホビーショーの準備、梱包、ラッピングかとかをしてるねんけど、照明それをやりつつ、見せようと思ってたの持ってくるの忘れた。軽くで済むように頑張りたいんだよね。一応これ配信だから軽くで済むように努力しようと思ってる。軽くで済むかな？大丈夫かな？通知来て飛んできましたって。ありがとう。もう大変なわけ。とにかく大変やし、なんなら受けん方が良かったかなって思う時もある、たまに。もう早速そういうこと言うからな。待ってね。これさ、あれしんといかんねん。チャンネル登録者のみにしんと、また嵐がバーってきてモデさんが苦労すんねん。どうやってやるんやったか久しぶりで忘れちった。準備は大変ってよりね、準備はすごく楽しい。楽しいけど、意思疎通ができないって感じ。どうやって設定するか忘れちった。行きたいけど、もうその時オーストラリアに戻ってるだって。そっかー、でもよかったね、横浜オフで会えたからね。オーストラリアに持って帰ってね。あったー、これチャンネル登録者だ。チャンネル登録者参加モードにしよう。これまた変な人来るからね。ほら今できたよね。多分できた。まずさ、持ってこよう。まずさ、私発信方法が難しくて、今ってね、インスタグラムが一番フォロワーさんが多いねんけど、今 YouTube のみで見てくれてる方も多いんだよね。だから YouTube でも載せなきゃいけないんだけど、 YouTube コミュニティに投稿したところで YouTube の仕様で絶対出てくるわけじゃないっぽいんだよね、どうやら。なもんで、そんな情報知らなかったで終わっちゃうんだよね、 YouTube で見てくれてる方が。だからさ、こうやって今やってるライブで状況を伝えたいと思っとるねんけど、そのためにどうやってログインするんやっけ。 iPad で見せるね、状況を。この iPad の画面見せたらさ、本名見えちゃう。別にいいけど本名本名が出てくるね。チケットと忘れしてたので生き量組ですってね。実は昨日コミュニティにこれも投稿したねんけど、きっと気づかんかった方もおるやろうなって思うねんけど、昨日ワークショップのチケット販売したんだよね、21時にね。結局ね、あれは最後に購入した人が21時2分12秒とかだったよね。だから17日12人、18日12人の24枠あったんだけど、それがありがたいことに2分ちょいで売り切れになってました。本当にありがとうございました。すごい設定にしちゃったから誰も買わないんじゃないかと思いつつ、いやでも安くして争奪になりすぎてもダメだしな、どうしようって思いながら。待ってね、今ね見せようと思ってるんだよね、 YouTube 向けに。で今 iPad を頑張って操作してるから待ってね。
あ、違うか。インスタ開けばいいんか、自分の。こんにちは、ゲリラ、遭遇できたとかライブやってますねってみんな気づいてきてくれる。ありがとう。こんな中途半端な時間に孫にミルクあげながら拝見してますだって。いいな。あのさ、ミルクあげるのとか憧れるね。昔やっとったねんけど、忘れた頃にもっかいしたくなるよね。ありがとうございます。多分みんなご飯を作ったり忙しい時間になるんじゃないかなと思いつつ、覗きに来てくれてありがとうございます。あのね、私今やってることは、今はグルコサミンじゃなくてグルコサミンじゃない。チャット欄にグルコサミンって書いてあるもんで読んじゃった。今ね、回転グルコをね、包もうと思ってるんだよね。ガチャの景品の。全部裏返しになってる。あ、対応、天日干ししたからだ。そういうのをしながら説明したいし、ノベルティを紹介したいなって思ってる。せっかくなんで。3日目にあるガチャの。今日のスワイプ先は太鼓の達人してる人だった。すごい。見たい私も。たまにテレビ番組で太鼓の達人しまくっとるやつあるやん。あれ見るの楽しいね。めっちゃうまいんかなその人。子供たちもね、結構うまい太鼓の達人。私はそんなだけど。あ、いけそういけそう。今皆さんに説明する用の画像を用意しておりますので、 YouTube 勢の皆様にね、少々お待ちくださいと。今日はもうだらだら話すだけだけどね、まあ愚痴が出ないように頑張りながらニュアンスを伝えたいよね。どんな感じになっとるかっちゅう、そういう感じでいきますので、お時間の方はぜひお付き合いください。あ、できた。これをアルバムに追加し、新規アルバムに追加し、ホビー賞。あ、できたできた。で、アルバムに戻り、iPad 難しいな、操作。これかなねえ。あ、出た出た。ちょっと待ってね、画面暗くしないと多分見えない。昨日ね、販売し終わったのは、光が入っちゃう。こんな感じのね、やつを昨日販売しまして、これはもう完売したんだよね。なんで、これ買えなかったって方も結構見えたみたいでね、本当にありがとうございました。チェックしてもらえただけでも嬉しい。で、ホビーショー4月17、18、19の3日間やるねんけど、3日目はワークショップじゃなくて、ブースでガチャガチャとくじをやる予定なんだよね。っていうのも、私の作品を置いたらおそらく朝一でね、みんながバーって買いに来てくださって、その後来た方が何もないってなると思うんで、それを避けるためにくじ制にするのがいいんじゃないかってなって、今決まってるのが1000円のコマリンキャラクターズくじ。これはね、ガチャガチャじゃなくて、箱にズボって手突っ込んでもらって1枚引くやつ。で、景品ももう決まってて、もう今ね、あとちょっとで包み終わるとこ全部。これをやるのと、で、その A 賞が回転グルコなんでね、デザイン2種あるんですが、それを今から包もうと思ってる感じなのと、この辺を今から見せたいかも、みんなに。あとは3000円ガチャっていうちょっと高い方あるねんけど、こっちはね、多分レジン作品の当たる確率が3分の1から4分の1ぐらいになるんじゃないかなと予想。私の今から作る量次第やねんけど。で、この作品写真集とかがあるのと、これちょっと気づいてる方何人かおったねんけど、リアルコマリアクスタをつけることにしたんで、B 賞も結構レアかも。A 賞と B 賞数一緒ぐらいやねん、多分。んで、この辺が C 賞があるっていう感じですね。まあそんな感じで準備もしてるんですが、いろいろあるよね。私も太鼓の達人見た？もしかしてこんな時間に配信してるの太鼓の達人さんと私だけかもしんないね。おもちゃのパンダがループしてる動画でした。何をやっている？おもちゃのパンダ。でね、まず、コマリンガチャのね、景品を紹介すると、1000円のやつなんだけど、5種類あって、じゃーん。これ、ポストカードと、めちゃリクエストが多かったアクスタを全キャラ分つけたもんで、全景
景品に1キャラずつ入ってる形になっとるねんけど、まあ、こういう風に2、3点をセットにしたやつを何個か用意してるよね。一番多い C 賞ね。これはね、マステなんだよね、実はマステ。初めて作ってみた。社長が切断されてるから、そこがポイントかな。皆さん、こんにちはって来てくれる方もありがとうございます。ライブしながらその場で売ってるってあれじゃない？ライブコマースじゃなかったっけ？YouTube にもライブコマースいるんだ。こまりさんの配信アーカイブ見ながらグルコ3個作成して成功しました。だってよかったね。私もグルコさすがにね、こんだけ作ったらうまくなったよ。一気に回したいって思っとるねんけど、いけるかな？何個作ったっけ？危ない危ない。すぐ壊れるんだよね、グルコって。なもんで、その注意書きも入れたくて、さっき印刷してたわけ、こういう紙を。これを入れたいよね。今から。グルコ梱包するときに。注意書きの紙も入れたいし、10個一気に回すチャレンジしたいねんけど、勝手に始まっていいかな。リアル困りアクスタ、さあ、すごい、終盤ってか、前からチラチラリクエストしてくださった方がいてたんやけど、写真集だけじゃなーって思った時にもう一個なんかつけようってなってね、そこで採用されたのでした。ねえ、やったーって言ってくれてる。どんな感じに仕上がるやろ。もう発注したでどうなるかね、ドキドキしてるって感じ。で、早速、グルコ10個回すチャレンジやっていいかな。切腹社長、この後も、ここにもう見えとるねんけど、ちょこちょこ切腹されてるからね、そのあたりも着目してみてね。ホビーショー行きたいって言ってくれてる。ね、近い方はぜひ来てみてね。でも遠い方も多いからね。そういう方は、また私が困りっ子オフで行くの待っててね。そうそう、ライブコマース。言いにくいよね。10個回し行くで。多分いけるよ。全部回転バチコリできたから。このシリコンのところに乗せなあかん。いくで。今日、ブツブツとか大丈夫かな？どうしたらいいやろ。こうやって外側から回せるように配置をし、待って、カメラの角度とか考えなきゃ。ここにしないとね、みんなチャットが邪魔だろうから。遅れたって。大丈夫。何も喋ってない、今まで。何にも。ありがとうございます。平日に来てくれて。いくで。10個回転グルコ10個チャレンジ。よーい。どっから行こう。スタート !1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。ほらー見て全部回ってるやったースタートとか言って何やってるんだろうね。全部余裕じゃんね、みんな。この子だけちょっと遅くないか？そんなことないか？もっと上手くなりたいな。危ない壊れるこれがちょっと遅いかも。でも全部回ってるすごーって言ってくれてる。ね、面白いよね。目が。でね、今私の家にはコマリンキャラクターズがいないから回すものがないんだよね、何にも。ハムスターちゃんたちとか回れるんじゃないか？ハムスターちゃん。いやー、ほら。こうやってキャラクター乗せたりして回すのも面白いよね。ちょっと斜めだ、この辺。床が。そういうのも楽しいと思う。これがね、1000円ガチャの一等賞なので、お楽しみに来る方は、ぐるぐる目が回る。そう。で、これを、多分ね、これが一番回んなかったから、これが予備になるかな。2、4、6パー。10個あるよね。で、他のものも見せたいんやった。1000円ガチャの1等がグルコだよ。でも確率はかなりってどんぐらいかな。そんなに高くないけど、頑張ればいけるかもぐらいの確率にはなってるかな。そんで、これもね、景品。じゃーん。なんだかおしゃれなコースターが、これはね、ジェリー氏というコマリッコオフでいつも撮影してくれてる男性スタッフさんがレーザー機で彫ってくれた
コースターに。こんな感じのコースターとマネちゃんキーホルダーと幻想的ポストカードみたいのがあるねんけど、仕事中で見れないって、そうだよね。みんな忙しい時間だよね。アーカイブは私の文句次第ちゃう？抑えれたら残るんちゃうかな。お代官様。お代官様。やばかったよね、お代官様ネタ。ね。でね、さっきちょっと見えてた切腹社長のファイル。これも、こんな感じ。切れてる。で、サービキンアクストついてる。アクキーかな？ついてるって感じだよね。文句しないっていうかね、なんなんやろ。意図が伝わらない。すごい難しいんだけど、私さ、去年、オフラインイベント多分してる方だと思うんだよね、他の方より。他の方って、今回インフルエンサーの方ばっかりでみんなしとるやろうけど、普通の作家さんよりオフラインイベントいっぱいしとる方やと思うねん。やね、どこ行ってもね、たくさん人が来てくださるんだよね。これ、でっかいけど、エコバッグみたいなやつと、社長のキーホルダーだよ。こんなのもあって、で、もうちぎれちぎれ喋ってくれ。あんまり聞かれたらやばいで。だからさ、自分がホビーショーでイベントしたらめちゃくちゃ人が来てくれるのも分かってるんだよね。で、ブースが、待ってね。こっちにある。パンクマのメモ帳もあるよ。可愛いって言ってくれてる。ねえ、パンクマのやつはメモ帳ついてる。懸賞金かけられてる。で、これね、何かっていうと OHP フィルムね。ホビーショー限定。OHP フィルム、出したらここのテープビリっていっちゃうかな。多分もったいなくてレジに入れれないだろうけど、可愛く作ったから見せたいな。可愛い可愛いって言ってくれて嬉しい。キャラたちがやっぱ味があって可愛いよね。レジに入れれる OHP フィルムやねんけど、もったいなくて使えないかもしれないホビーショー限定デザインをね、考えまして、ここに一個一個サインも入れております。あった。こんな感じ。これも入ってる。ねえ、もったいないよね。ウォンテドされてる。値段もね、いろいろ考えてつけとるねん。でかいキャラとか黒いキャラは見つけやすいからちょっと安いみたいな、そういう謎設定もあるよ。で、ゆるコマはやっぱボスだから高いよね。マネもちょっと人気だから高いよね。そういうのもあるって感じ。メモ帳の中もちょっとキャラ書いてあったりするね。そういう感じ。どこまで話したっけ？ちぎれちぎれ愚痴を言うらしいで、一気に言うとなんか聞かれたらやばいで。いっぱい来るって分かってるんだけど、それが、今回ホビーショーさんはインフルエンサーを集めるってことを初めてやるもんで、伝わってなくて、このブースのレイアウトとか広さとか見ても、絶対大パニック起きるなって分かるんだよね。私も過去にデザフェスもホビーショーも何回か出てるし、イベントは結構出てきたんでね。で、人気な方が集まるわけで、私よりたくさん人来る方もおるやろうけど、それを、インフルエンサーゾーンみたいの作っちゃってて、一箇所に集めちゃってるもんで、このゾーンやばいやろって思っとるねんけど、心の中で。大混雑なるやろって思って、いろいろ伝えとるねん。この前の横浜オフも120人応募あったし、去年ね、ちょうど1年前かな、上野美術館で私、美術館を、入場制限させちゃってるんだよね。1時間ぐらい。こまりっこさん、3時間で150人来てくれたかな。そういうのがあったから、迷惑やっぱかけたくないから、事前に言えることは言いたいじゃんね。こうなるから、こうした方が絶対避けれますよ、みたいな。そういうの伝えるねんけど、やっぱ伝わらんねん。本当にそうなったのを見たことがないのか、そんなにこんやろって思っとるんかわからんねんけど、伝わらんもんで、
このまま行くとブース周り大混雑になるよなってずっと思いながら、モヤモヤしながらやってるけど、でもやるしかないから進めてるよね。こんにちは。ゲリラライブだ。そうなの。ちぎれちぎれ愚痴を言いたいらしいで。回転グルコの、どうやって収納しよう。だからさ、でもすごい聞いてくれてて、一応、私が意見を言うたびにね、こうしたら、こうしてみますとか、こうしてみますとか、すごい臨機応変に考えてくれとるねんけど、多分私と話してる人たちって、あくまで、中継役というのかな。で、結局ブース自体を広げたり、会場のレイアウトを変えれるのってもっと上の人たちなんだろうなっていつも思う。こういう企業の仕事するたびに。私と喋ってる人って、多分、直接私が言ったことを誰かに伝える役割をしてる人たちなんだなって、いつも思うんだよね。大きい企業と仕事するときに。なんかすんごい提案しても通らないもんな、基本。コミケスタッフ、そうやねん。コミケの経験してる方とかがそういうの詳しいんじゃないかなって思う。権限がある人と話せてない。そうやねんな。だから前も去年やった仕事やと、レジンのとある作り方を発信する仕事やって、私、ここはこうやって書いた方が絶対に読み手にいいし、伝わるし、この本は他と違ってすごい、言ってまった本ってやつやなって思ってもらえるって思って、ワード3枚、じゃあエクセルかな、違うわ、パワーポイントかな、3枚にそれを書いたんよ。こうした方が絶対いいですみたいのワード3ページ分力説し提出したけど、全く一個も採用されなかったからね。その時にこの人は上司にすら見せてないだろうなって思ったよね。めんどくさいこと言ってきとるってなったんやろうなって感じたんだよね。2日ぐらいかけて作ったんだけどね、その説得のための資料を絶対こっちにした方が倍以上売れますって言って出したんだけど、多分通してすらもらえてないんじゃないかなって思う。ゲリラです、ゲリラです。ありがとうございます。大体言ってる、大丈夫かな私。言わんようにしてることもポンって言っちゃってる。だからそういう時に私といつもズーム会議とかしてる方はやっぱりね、そういう仕事だろうからさ、上から言われたことをやって話を聞いて伝える役割というか、私がどれだけ力説したとこで意味ない。今度から上のもん出せて、上の方と話し合わせてくださいとか言えばいいんかな。本当に絶対こっちの方がいいって分かってること今までいっぱいあるのに一個も採用されたことないな。ここにこうしよう。そしてクッションにし、説明書どうしよう。説明書カットしなきゃ。グルコ説明書。本当に絶対こっちの方がいいって思ったからプレゼン作ったんだよね。2日ぐらいかな。それもダメだったっていうか、多分見してないなって思ったもん。流された感じだったから見せときますねみたいな感じで。ジャパンエキスポやコミケとかもはや人の波みたいだけど、あそこまでいかんと思う。私ね、ただのホビーショー、インフルエンサーブースとかじゃないホビーショー行っとるねんけど、そこまでではないねん。ただインフルエンサーゾーンだけは今年固めちゃってるから結構やばいんじゃないかなと思っとるんやけど、どうやろうね。本当に当日にならんとわからないんだよな。ただ自分のブースだけは多分ね、整理券が配られることになるっぽくて、っていうのも私のブースの周りに並べるのが50人が限界らしいねん。でも私それ仕事をそこも悪かってんけど、仕事を受ける前に確認すればよかった。インフルエンサー用のイベントだからさ、それを想定していろいろ用意されるって思って受けちゃってて、で受ける前にステージを使えるか確認してるんだよね。みんなと絶対に喋りたいって気持ちがあったから来てくれた全員と。もしステージを使えるんやったらそこの広いステージに並んでもらってね、一気にバーって写真撮影とかができるなって思ったから、それは絶対にできなかったら出ないって思ってたから聞いてから契約したんだけど、それもなくなっちゃったんだよな。
結局、なんだろうな、人を呼んで欲しくて声かけられたんかなって思っとるけど、今それを困ってるみたいになっちゃってるから、なんか違ってたんだろうなって思って、私が思ってるのと。そういうので悩んでるっていうか、モヤモヤしてるよね。あ、上のもん出せって言ってくれてる。そう。社会人のさ、皆さんもそういうことあるんちゃうかな。この会社良くしようとしてこれやったけど、なんか全然、上とかが全然やる気ないから意味なかったみたいな経験しとる人おるんじゃないかな、もしかして。ほんとね、いろんな去年ぐらいからめちゃくちゃ大きい企業とかからお仕事いただくようになって、そういう仕事増えたねんけど、毎回思うもんね。多分会社にさ、若くて企画力あるような人が所属してたら相当強いんだろうね、そういう企業は。今んとこ、おっきい会社とか古い会社ほどそういう人いない気がするな。上がやる気ないあるある？整理券配布したら終わり。そうなったら困るしね。会えなかったっていうか来れなくなった方が。難しいね。あちこちに振り分けた方が、それ私、それが当たり前のようにあちこちに振り分けられると思ってたから、その時点でまずびっくりしたよね。普通の普通のブースより10倍人呼べる人を5箇所に集めたらどうなるって思ってるんだけどカオスが起こるのではないかって思ってんねんけど、ほんま当日にならんとわかんないよね。でもほんとにね、今回ありがたいこともたくさんあったんでね、感謝はしとるねんけど、声かけてもらって。いろいろ思ってたんと違いすぎるっていうか、なんとかしなきゃなって思ってる。来てくれた方に満足してもらいたいからね。それが一番大事だよね。ちなみにさっきから使ってるけど、このカッター良くない？分散するよりまとめた方が覚えやすい。なんだろうね。なんでまとめたんだろう。そういうゾーンを作りたかったのかもしれないね。会場マップとかの時に。ねえ、でもその辺はさ、私たち素人には分からんところで口出しはせんねんけどさ、大丈夫かなって心配してる。大きな会社は下請けですよねって。そうか。下請けが、だいたいね、おっきい会社の間に挟まってる会社から連絡来るな、でかいお仕事の時。それが一番元の会社に伝える時に、あの、私がごちゃごちゃうるさいやつをめんどくさいって思われるだろうから、伝えないんだろうね、もう。そんな感じの気がする。ああ、そっかそっか。でも今回ね、初めてやられるってことなんで、それはまあしょうがないかなって思うけど、やった後に、こうした方が良かったんじゃないかなはたくさん出るんだろうなって思うんだけど、それを事前に防げる案がたくさんあるんだけど、それ言っても伝わんないなって思ってる。そんな感じかな。だいぶソフトにしてるつもりやねんけど、どうねえ、そう、いいでしょ、このカッター。確か Amazon かどっかで1000円ぐらいだったよ。すんごいスパンって切れるし、ダイソーにある、さっき見したっけ？このタイプのカッターって、残り1ミリとかになったらもう切れないじゃん。紙が巻き込まれちゃって。これいけるねん、残り1ミリとかでも、スパーンって。めっちゃいいよ。Amazon で買った気がする。てか楽天にもあった気がする。で、これはすごい指スパンっていけるから、こんなこと書いてるねん。警備ひとまとめにしたい。それはあるかもしんない。警備さんつけてもらえるっぽいんだよな、どうやら。ロープを張ってもらえたりね。そういうさ、私にはわからない事情もあるかもしんないからね、文句ばっか言ってたら感じ悪いからダメだと思いつつ、ここまで結構いろいろ提案したけど、全部肩透かしに終わったもんで、なんか悲しい気持ちで、でもみんなに会いたいし、成功させたい気持ちもあるから頑張って維持してる、メンタルを。このグッズ作るの楽しいし、すごい。初めて作ったけどね。看護師も上の者がやる気なくてめっちゃ下が大変な思いして、ストライキしたことあるって。そっか。
今政治家とかもそうやけど、また政治の話するとあかんらしいねんけど、ライブで政治の話したらあんま良くないらしいで。今でも政治家とかもそうじゃんね、今ね。なんか上に行けば行くほどやめとこうか。ふう。うん。あクロッチャンのイベントを思い出す。だから事前にあれだけ確認したよねって、私だいぶキレてたよね、あの時も。すんごい、ライブ配信絶対失敗してほしくないから言いまくってったんだよね、事前に。でも失敗したからね。まあそういう感じだよね。こっちは分かってたのにってなる。だからさ、自分のもうよその仕事受けるのやめようって思うたびに、なんかやりたいなって思える仕事をいただけるもんで、ずっと繰り返してるね、同じことを。でもそうやってなんか学んでくんやと思う、社会のことを。家でずっと作品作ってるだけだから私。あ、1000円ぐらいだからポイント使うのもいいかもしんない。うん、初めてやるからこそ経験ある方の話は聞くべきですよねって、そうなんだよな。やっぱコミケ参戦者を呼ぶべきじゃない？ホビーショーよりめちゃくちゃ混んでるコミケの人たちを。結構コミケ行ったことある方とか出展されたことある方、こまりこさんにもおるねん、たくさん。多分その方たちの方が詳しいよね。こういう感じにした方がいいとか。いやそう、いいキラージ。ほらもうこんなやつまで。見て、髪の毛、白髪みたい。こんなのも切れちゃうよ。あれ、もう10個以上切ってる気がする。面白くてずっと切っちゃうよ。っていうのはね、思ってるけど、でも感謝はしてる。ホビーショーで見かけたって言って、すごい案件いただけるようになったから、バーって。やっぱり、ネームバリューがあるから、すごいいろんなところはチェックしてるんだなって思うしね。そもそも自分のブースなんて多分、一生経験できないかもしれないからね。だからこういういろんなことを経験しろっちゅう、宇宙からのあれちゃう？理不尽も経験してこいよっていうサビ金星からのあれじゃない？これ多分って思ってる。チケットの時間までに入場できないなりそうな予感。確か去年までは初日が一番開催、初日のオープンする時が一番混雑するらしいねんけど、3日間のうち初日に10時からみんなバーって並んでた人たちが入れるねんけど、それが混雑が解消されたのは10時45分やったらしい、去年は。でももしかして今年インフルエンサーブースがあるからもっと混むかもしれないし、どうなるんだろうね。でもそれは多分コミケの方がすごいことになるよね。コミケマジやばい。コミケ運営の人呼んだら剛腕でしょ、これ。読めたんじゃない？私。剛腕がたくさんいそうだって。そうそうそう。多分もうそっちの人たちの方が詳しいのではないかと予想。グルコがここに、回転がこっちに来るように置いて、皆さんこんにちはって来てくれる方もありがとう。忙しい時間に。どうしよう、後で消えとったら察してね。難しいよね。でも、とりあえずさ、やり遂げたいんだよね。やったことないことだから。でも、人を呼ぶために声かけてもらったんかなって思ったけど、話し合ってるうちに人が来すぎて困るってなってるから、矛盾が生じちゃってて、わかるとか言って、このモヤモヤ、私何やってるんだろうみたいな。じゃあ、出なければよかったんじゃないかってなって。でも会いたいから頑張るけどね、みんなに会いたいし、初めてのブースをやってみたいし、なんとかなったー、やったーって気持ちになりたいよね。やっぱ達成感大事だからね。入るかな、どうかな。わー。ギリギリのギリで入った。これ実はさ、ちょうどグルコに良さそうなケースって思って買ったけど、ちょっとグルコよりちっちゃかったんだよね。でもワンチャン広がってくれるから入れれる。違うか。違う。こっちが表になる。間違えた。上下。こうだ。こっちを後ろにする。記憶しよう。当日、お偉かったさんを捕まえられるといいですね。捕まえて
文句言えばいいんかな文句言えばいいんかなって。そうそう。だから、運営さんにクレーム行くかとって言ってくれてるねんけど、それが起きちゃダメだから提案してるけど、って思う。あと、来た方が満足できなかったら、満足できないのが一番嫌だ。からいろいろ提案しとるねんけどね、難しいね。そう、サビキン製からのお次はもっといろいろ経験してこいって言われとんねん。さあ、どうかな？蓋閉まるかな？無理やりでも閉まればいい。あ、閉まった！すごいすごい、やった！どう？これ。このココンポどうですか？皆様。ちょっとだけね、大きいんだけど、グルコより。あ、ちっちゃいか。グルコよりちっちゃいケースではあるねんけど。このまま飾れるしいいかなって思って。なんかおかしない？カメラの位置。あ、ちょ待って、凄腕らしい。剛腕じゃなくて凄腕らしいで。すんごい自信満々で言っちゃったじゃん。凄腕かガチョーン。あ、いいかなねえ。これやったらコンパクトで、カバンの中とかでも無事であってほしいの一心で考えてみたのですが、大丈夫かなこれ。ちょっとね、ジャストフィットと思わせてちょびっとちっちゃかったんだけど、グイーンって広がってくれてジャストフィット風にはなってるよね。ちょっと歪んでるけど、まあ、いっか。とりあえず、こんな感じで全部やってこうと思うし、他のやつも置いてみよう。出先で見てますって。ありがとね。きっとみんな忙しい時間だ、今。頑張ってね、お仕事族の皆様も。今日私に、3週間ぶりぐらいに、腰ケツに針ぶっ刺してきたよ、久しぶりに。ブシュッと。なんか今、すっきり。とってもすっきりしてる、今。置いとこう。これ、ノベルティもチラ見せしたいねん。自慢げに。いやー。ココンポできてます。小さいライブの客としていて、スタッフがあまりにポンのコツだったので、整理番号何番ですかで整列させたりしたけど、困りっ子はそれが起こりそう。それがまさに起こったのがクロッチャファンフェスだったんだよね。困りライブモデレーターさんたちが整頓さしてたからね。1階のごちゃごちゃ。午前の部午後の部の入れ替えの時にカオスが起きてて、それをやってたよね。だからやっぱ経験者いないとダメじゃないかな。クロッチャも経験者ゼロでやってたからね、あのイベント。経験者がいるんじゃないかなって思う。そういう大きなイベントするときはね。迷惑をかけちゃダメだからね、来てくれる方に。ちょっと待ってね、これがあれじゃないかな。ここ1年ぐらいそういうさ、理不尽ってほどじゃないんやけど、自分の意見全く通らん系の、他人と仕事したら自分の意見通らんし、自分のやりたいようにできんなっていうのをすごい思い知った。ここ1年ぐらいでお仕事が増えて。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ワークショップチケット買えなかったから遠巻きに見るだけになりそうってね。見る人も楽しんでもらえるといいなって思って一応撮影 OK にしてるけどね。どうかな。その辺もうやってみないとわかんないからドキドキのドキだよ。仕事から帰ってきたら、こまりさんがライブやってて癒されてますって。ねえ、お疲れ様です。お仕事の皆様、頑張った。今日も頑張った。決定権持ってる方が現場を分かってないのでは。最近あったヤマトのさ、事件とかそういう感じでしょ、多分。なんだっけ、ヤマトの、社員切り？パート切りかな？パートを切ったんかな？大量にパート切りが行われて、で、もうすんごいトラブルだらけで、
なんだっけな、タイミーのその日単発バイトみたいな、タイミーバイトをいっぱい雇った結果 iPhone 盗んで逃げられるとかいろいろあって、もうヤマトが大赤字みたいな、そんな事件あったと思うねんけど、最近それと同じ感じちゃう。で現場で働いてないのに上の人がもう経費削減とか言ってパートバンバンバンって辞めさせたせいでおかしくなったんじゃん、あれきっとね。そういうことなんじゃないかなって思うよね。グルコ褒めてもらえて嬉しい。グルコ販売されないんですかってね。難しいとこでさ、これこの紙に書いてある通り衝撃に弱いので落としたら高確率で壊れます。そんなものをさ販売していいのかなって気持ちがあって、今回景品だからねやろうって思えたねんけど、お金をもらって払ってもらって速攻壊れるの申し訳ないなって気持ちがあって販売に踏み切れずにはおるねんけど、壊れるの前提で買いたいって方いるんかな、グルコ。こんな細かい仕事も一人で大変ですねって言ってくれてる。ねえ、これ実はでもね、私じゃなくて、旦那がね、内職としてすごいやってくれてるよね。もう2ヶ月ぐらいずっとやってるかな。この辺り全部100個ずつコンポ終わっとるねんけど、旦那がやったね、ほとんど。で、グルコは旦那雑だから危ないから私がやるって感じ。でもね、すごい楽しいんだよ、内職みたいで。あと自分のキャラクターズ、コマリンキャラクターズは、私が好きな、絵師さんのゆるい世界さんに描いてもらったねんけど、それがすごい気に入ってるからね、キャラクターズたちを。これがね、グッズになってくっていうのはすごい感無量だったね。届くたびにわーって一人で嬉しくなってて、みんなに見せたい見せたいって思ったけど我慢して。で、なぜ最初はこういう当日に当たる予定やったノベルティ非公開にしようかと思っとったねんけど、途中からもう全公開にしようって路線を変えたねんけど、そのなぜ路線を変えたかってとこの理由が混雑だよね。すごい混雑して並んでくじ引いて思ってたのよりしょぼいのやったってなるとすごい申し訳ないんで、だからもう全公開しようってなって、さっきね序盤に iPad で見せた栗の中身全公開を決意したんだけど、最初はね結構中身分かっちゃったおもんないっていう意見もあったもんで、全出しはやめとこっかなって思っとったねん。半出しぐらいにするかって思ってたんだけど、でもそうすると並んで違ってたってなる方が出たらね申し訳ないから、ほらチャーって来てパッて買ってファって違ったならいいけどさ、1時間並んでやっと引いたやつが思ってたんと違ったわ、さすがに申し訳ないなと思って。声だけは通るのでって、そうやろ。多分でも大丈夫かな。いやでも本当に混んでる時って何も聞こえない時とかあるよね。どうなるんだろう本当に。ただ一つ言えるのは、今までいろんなところでオフラインイベントやってきたけど、こまりっこさんねリアルイベントでもめちゃくちゃ治安いいんだよね。びっくりするぐらい。なんでなんだろう、みんな自主的になんか混雑して大変そうってなったらみんな自主的に並ぶ、そんなレベルの治安の良さだと思うから、なんとかなりそうな気もしちゃってる。本当にオフ会とかやるたびに思うけど、とってもあったかい人が多いってか、やっぱりハンドメイドコミュニティは温かい人が集まりやすいんかなって思っとるねんけど、だからなんとかなりそうな気もしちゃってる正直。ね、あとは楽しんでほしいですって優しいことを言ってくれてる。ありがとうございます。そう楽しみたいし、やっぱり会いたいよね。今まで会えてなかった人とか久しぶりの方に。蓄積したノウハウ持ってる人大事にしないとダメですよねって。そうやねんな。今会社とかでいきなり下の方から飛び抜けてくる会社ってそういう人持ってるとこじゃないって思う。結構クロッチャも他のとこやってないことバーってやりよる会社なんやけど、そういうのもあったんじゃないかなって思う。今結構いいとこまで上り詰めてるのは。
他のとこがしてないとこやろうとするとこはやっぱ強いよね、どんな会社でも。あれも今最近よく見る退職代行もう無理とかね、すんごい人気らしいね、あれ。よく広告のトラックとか走ってるけど、こっちの方でも。あ、こっちでは走ってないか、テレビで見たんかな。ああいうさ、他の人がやってない仕事やる人がやっぱ強いよね。その考えで私も全部の作品デザイン模倣 OK にしたんだけど、このチャンネル。なんかおかしいな。ここ失敗してる、閉じるときに。違うかな。そんなことないかな。上の人は現場見ない人多いですね。大きいところほどって。そうそうそう。大きいところほどだよね。本当にそれを思う。大きいとこになればなるほど昔ながらのままだなって思う。タイミーやばそうだよね、治安。もっと仕事って責任を持ってするべきものじゃないかなって思うよね。こんにちは、ゲリラやったって。そう、ゲリラやってた。今ね、ホビーショーの準備してるからよかったら見ててね。今一通り愚痴ったからもうすっきりして、世の中の愚痴に移ったとこ。あ、間違えた。後ろ前逆に入れてる。かわいいって言ってもらえてる。嬉しい。こまりっこの格の違い見せつけましょうって言ってくれてる。でもすごい治安はいいよなーって思う、いつも。セレブリティだからか、やっぱ。誰がっちゅう話よ。なんか、ここがさっきからうまくいい大きさにならないな。はい、入って。へい。入って。こんなトロトロペースで作っていつ終わるんだろうね、これ。せっかく並んだのに意外としょぼいなんてこまりこさんたちがいるはずないので、ないのに心配してるこまりさん微笑ましいって言って。草じゃなくてハーブが流行るってすごい初めて聞いた、それ。草じゃなくて森は SNS で見たことあるけど、草じゃなくてハーブいいね。草より面白い時は草じゃなくてハーブって言っていこうか、今から。こまりっこの言葉で。お上品、セレブリティでいいね。そう、こまりっこさんじゃない人たちも大勢来るの頭に入れとかないとですねって、それもちょっと考えてさ、こまりっこ知らない人向けのパンフレットとかも作ってみたんだけど、そもそもすんごい行列になってたら、知らない人並びたくなるのかなって逆に思うねんけど、どういうもんなんだろうね。当日になってみんとわからんねんけど。見たことないレジン作家のブースにもし50人とか並んでたら並びたくなるもんかな、全く知らん人が。なんか届かない。どうして？壊れてる？届いた。それもね、もうやったことないかわかんないんだよな。やったことないどころか、客として行ったこともほぼないんだよな。経営陣割と若い人が多い会社なのに、全然現場見てくれなくて泣いてますって。ねえ、現場にいない人がさ、いろいろ決めてる会社大体ダメだよね。おハーブ生えますわって、すごいセレブリティでいいじゃん。ねえ、確かに周りが治安良かったら治安悪くできないよね。飛び入り参加した方も。またスクロール、間違えてまたスクロールしたら、ザンギ作ってる人でした。だって、唐揚げ作ってる配信があるらしいで、上下に。みんな上下にスマホこうやって見て。こまりの前後ろ何してる今日。唐揚げいいな。こまりさんを困らせたくないですし、こまりっ子のみんなは日々のこまりさんへのお礼も兼ねていると思いますって。いや、嬉しいお言葉だ。だから治安もいいんですよね。何より応援したいですもん。ねえ、嬉しい。もうそう言ってもらえると頑張れるな、ほんまに。確かに全員同い年だから気が合うかもしんないね。28歳ばっかりだから。それもあるかもしんない。おハーブが生えるはお嬢様公文らしい。あるんや、もともとそういう言葉が。じゃあその上に書いてくれてるね、草じゃなくてビオラにする。全然もう離れてったけど、だいぶ草越えて森ならぬ。
草じゃなくてビオラみたいな。花咲かしとく、とりあえず。あ、バラもいいね。へえ。いやー、でもすごい励ましてもらえて嬉しい。モチベを保ちたい、最後まで。その話し合いが来るたびにってなるけど、毎回難しい。行列できてると逆に気になる。でもそういう感じで流行ったのがきっとタピオカだよね。タピオカショップ。これさ、あ、まあ、いっか。でもクッションだからしっかり重ねた方がいいよね。これ入れるの下手すぎん？上手くなってくるのだいたい10個目ぐらいやねん。もう終わる頃にちょっと上手くなってくるねん、こうやって入れるの。今すごい下手くそ。脱法ハーブやばい。セレブリティから一挙、なんか、これ向きやっとるか。一気に違うジャンルいっちった。ホビー賞を送る人、こまりさんのことを知らない人いるんだろうか？いっぱいいる。そんなに、まだ、そもそもね、レジン界隈が、手芸部門の中では、弱々なんで、そんなに知ってる人はいないかと思いつつ、最近、学校の友達が知ってたとか、職場の人も知ってたとか、レジンしてる友達知ってたってコメントで言ってもらえること多くて嬉しいなーって思う。まだまだだよね。この YouTube も2年ぐらいだよ、今。たくさんの人が並んでると並びたくなる心理ってあるかもです。ね、もし時間があったら並びたくなるよね、結構。みんなが福袋買ってたら欲しくなってくるやつと一緒でしょ、きっと。リアルはセレブじゃないけど心はセレブでありたいって、そんな感じ。私も全然セレブじゃないけどネット上ではセレブっぽくしとくかみたいな思いながらセレブリティって言ってライブしてる。ライブ終了って出ました？あれ、なんでだろう。上下にスクロールしたら出たんかな。もしかしてワンチャン上下の人が終了してた画面に飛んじゃったかもしんないね。クレーンゲームしてた。だって。クレーンゲームをライブ配信してるってことかな。めっちゃ面白そう。それ見たい、普通に。セレブならバラ。じゃあ、草じゃなくてバラって言えばいいのかな。長い列でビオラがたくさん咲いてしまう。そうそう。みんな、おほほほほって言いながら、周りに、行列の周りに花いっぱい、いろんな種類の花が、ポワンポワンってなってる。そんなイメージ、こまりっこ。こまりっこ列のイメージ。花が待ってる。ねえ、こんにちは、こまりっこさん大好きですって言ってる。ねえ、本当にね。この私はコミュニティを守っていくよ、死ぬまで。死ぬまでいけるか知らんけど、とりあえず10年後っていう目標があるよね。せっかくこんな、みんなね、交換便したり、SNS で交流してくれてる人もいるし、チャットしたことなくてもね、いつもこういう会話とかみんなの雰囲気を感じて、このコミュニティを気に入ってくれてる人もいるかもしんないし、それをこっち向きだ。それを守っていくのが多分、人生の使命ちゃう。残りの人生の。謎のホストでした。見たい。何それ。ホスト行ったことないけど、イケメンは好きだよ。自分のライブ上下にしたら終わっちゃうかな。このライブ、今この配信してるスマホ上下にスクロールしたら終わっちゃう気がする。見たいよ。気になるよ。ね、レジン以外の人は知らない可能性ってか、ほとんどの人がレジンしてる人しか知らないんじゃないかなって思う、私のことは。でもな今回インフルエンサーさん、レジン作家さんが3人、4人あれいや、3人か。3人、麦ママさんとメンダコさんと私か。3人レジンってなかなかすごいよね。そんぐらい盛り上がりがあるってことかな。多分まだジャンルが確立して日が浅いから、そういう名が上がるレベルの人が、ほら、布とか編み物業界に比べたら限られてる気がするから、そういうのもあるかもしれないよね。メンダコさんの話してるママさん前いたけど、最近小森さん知ってるママさんいました。だって嬉しい。
どこで知ったんだろう。で、まあ、レジンしてで検索とかしたら1個ぐらい動画見つけれるかもしんないよね。私のリアル友達がこまりさんのインスタフォローしてて嬉しくなりましただって。ありがとう。そういうのも嬉しい。いつの間にか広まってて嬉しいね。だってめんだこさんなんて私の娘、私が YouTube やる前から知ってたからね。ペポ。唐揚げ終了してる。あー、作り終わっちゃったってこと？唐揚げ配信してる方。これ取らなきゃ。E テレとかの手芸講座のでレジンで出るようにならないかなって。でもね、私多分今オールドメディア嫌いになってるからテレビでまた政治的な話始まる。今最近オールドメディアめっちゃ嫌い。プロフからも消しちゃったもん、テレビ出ましたの文面。テレビ嫌いになりすぎて一時期。バラエティ番組とかは楽しいねんけど、ニュースが嫌い今。いろいろ多分仲間っていうか同じような方は理由わかると思うねんけど、ニュースとかが嫌いでテレビ嫌いになっちゃったからね、自分のプロフから消した出演履歴みたいなやつだから、テレビから話来ても今出ないんちゃうかなーって思う。まだやってたー。やってるし、何やってるんだろう、いつまで続くんだろう。ちなみにこの後まだ包むやつあるよ。こまりっこさんに会う時のために名刺的なもの作ろうかと思ってます。あ、それすごいおすすめ。みんな名前実際に会った後に忘れちゃうんだよね。今日会った方のインスタどれやろうみたいな。だからね、私こまりっこオフの時は全員にこういう名刺を絶対配るねんけど、一時期バチコリの名刺作れるテンプレとかインスタで配布しとったねんけど、絶対このね名刺はあった方がいいね、交換すると。見せたいけどない。広島じゃない、横浜で皆さんにいただいた名刺見せてもいいかな。あんま見せん方がいいな。とにかく名刺持っとくといいよ。後で SNS でつながれたりするからね。作っとくといいかもしれない。お迎え行かないとなので行ってきまして、頑張ってね。みんな忙しい時間だ今から。また間違えてる気がする。こっちだ。そう、ライブやってたよー。ゲリラライブでね、大丈夫かなこれ。後で見直してやばそうだったら消すかもしんないけど。まあそこまで、なんなら見られてもいいなって思うとこまではしか言ってないと思う。お花畑綺麗ですわ。ですわねってもはや何の話かわからんけど、でも花畑は好きだからいいよね。とにかく花系って感じ。変な男の人が一人語りしてる動画があった。なんだあれって。こまりの上下に変な男の人のライブやってるらしい。何喋ってるんだろうね。何かを力説してるかもしれないよ。こまりんレジンライブでお友達になった皆様とリア友になってきましたしね。そうそう、オフ会じゃない時にね、各地でこまりっこプチオフとか開かれてるの見るとすごい嬉しくなる。結構リアルで会うようになってる方多いね。そういうのは今の時代貴重だよね。大人になってから同じ趣味の人友達できるって。しかも一緒にさ、マルシェ行ったりカフェ行ったりできる。ママ友とかとはまた違うじゃん。共通の趣味があると。それがいいなって思う。いつかオフ会に参加して皆様にお会いできる日が来るといいなってね。それを楽しみにさしてくれてる方もいるから、10年後まで頑張りたいって思ってる。でも私結構ね、こういう目標を決めた時に10年経ったらパキッとやめるとかするから、マジでそこだけ注意した方がいいかもっていうのは自分の性格を今まで客観的に見てきて思う。インスタのプレゼント企画だよね。5年間やったかな。何回やっけ、100回を目標にして5年間やったんだよね、インスタのプレゼント企画で。100回に到達した瞬間やめたからね。そういうとこあるよね、私。客観的に見て思うから、10年間経ったら急にパタッとやめたらどうしようね。覚えてきたぞ、さすがに。この入れるルーティンを。
みこすきちゃんの名刺かわいい。そうでしょ。オフ会はね、私オフ会のたびに色変えて作ってるんだよね、地域によって。自分の今までのやつを全部まとめてどっかに保管してあるから、今それをみんなに見せようって思ったのに出てこなかった。こういうのあるとコミュニケーションが円滑に進むよね。あったあった。出てきた出てきた。今までオフ会のたびにね、参加者様全員に配ってるんですが、これ大阪オフ黄色ね。大阪オフは私の家族も出たんで、一番最初の上のラベンダーっぽいピンクかな。あ、他のどっか行っちゃった。あれもっとあったはずなのにな。ないかな。検定カードがちょこちょこ余ってるな。検定カードも毎回デザイン変えてるよ。オフ会のコマリッコ検定で、正解数に応じて A 級とか S 級とかあるねんけど、それもデザイン毎回変えてる。もっとカードあった気がしたのにな。そういうさ、名刺的なやつあるといいよね。そうそう、名古屋で5月にコマリッコプチオフ。プチオフは私がいないオフ会って感じだよね。それやるらしい。この前大阪でもやってたやんな、何人か。そういうのを見るとすごいいいっていうか、このコミュニティがあってよかったなって思えるよね。私の趣味もね、ちょくちょく変わってるねん。お菓子になったりクマになったり。あ、でも最近ずっとお菓子だな。やっとも羨ましいね。え、だよね。なかなか手芸友達って、手芸は手芸でも いろんなジャンルあるから、同じ手芸友達って見つけるの難しそうだよな。あけすけ、そこまであけすけに喋ってない。だって知らない言葉だけどなんとなくわかるかも、ニュアンスが。あけすけ、名前みたいで可愛いな。あけすけ喋ってない。大丈夫かな。スワイプしたらインコにおもちゃのお金賽銭箱に入れさせてました。だってかわいいじゃん。インコかわいいよね。そんなことをさせれるんや。みんな上下の人の報告もありがとう。インスタライブのプレゼント企画、そう、インスタライブでもしてたし、ねっけな、インスタの投稿でしてたんだよね、昔は。月に1回絶対3名にプレゼントやって。で、何年かかった、5年もかかってないか、100回到達したからパタッてやめたね。これ不良品だ。曲がってる。微妙かな、これは。何かアウトレットを販売するときに使うことになるかも。これダメだ。そっか、オフ会少しずつやってくださるから、皆さんもこれからこまりっこさんとリア友になれますよってね。でもそういうつながりがすごい大事だからね、やっていきたいよね。今年からこまりっこになったので仲良くしてくださいって言ってくれてる。仲良くしようね。もうやっぱりさ、仕事とか社会とか疲れるじゃん。あったかいコミュニティみたいな、安心コミュニティがいいよね。兵庫でもプチオフやりたい。兵庫多いぞ、こまりっこさん。できそうだな。なんなら近いから私が行ってる普通にオフ会っていうか普通にランチ会になって終わりそう。兵庫近いぞ。こまりっこさんに編み物教えてもらったことありますって。すごいリアルであったってことかな。リアル編み物教えてもらった、そういうことかな。グルコにちょうどいいケースあるんですねって。そう、ちょうどいいっていうかね、ちょっとちっちゃかったんだけど、無理やり広げたら入ったっていう、ちょうどいいケースがあった。だからちょうどいいケースだと思うって。結局ちょうどいいんかい。ね、今頑張ってる。もう全部入っちゃうから最後に見てね。最初の方に10個行き回ししたよ。これやっぱおかしいな。
1個回りにくいやつ俺これはね11個作ってるから予備にしとこう。これはハムも回せるよ。ダメだった。もう全部片付けちゃうから見てね。ライブで遅れたよーって。いらっしゃい。ありがとね、忙しい時間に。かわいすぎる。コマリンさんが回転してんのかわいいですやって。ねえ、かわいいでしょ。いつもレジに乗せてるやつ。これ景品にするからね、今作ってた。ありがとうございます。この時間に来てくれる方も。こんにちは、ライブやってる。そう、やっとったね。ぐちぐちライブやで。もやを吐き出してモチベ上げようっていう気持ちで始めたらしい。今レジンやってますだって。うまくできてるかな。頑張ろうね。編み物リアルで教えてもらってすごいね。やっぱ首都圏やといるんかな、近くにすぐ。確かに私が参加したらプチではなくなるかもしれない。プチ、私がいないバージョンのやつはプチオフ会っていう呼び名かなって思ってる。みんなの見てる感じ。なんかおかしい。これでかい。他のやつより。なぜお待ちしてますって言ってくれてる。明日チケット何時から販売するのでしょうかだって。ほんまや、何時やろう。多分ホビーショーのサイト見たら書いてあるで。でもね、ホビーショーの入場チケットってね、売り切れにならないからね、前売りは。何時に買っても大丈夫やと思う。でも何時かは気になるよね。また使い慣れてない iPad を起動した。ホビー。ローマ字しか出てこない。どうやってひらがなにするんだろう。ホビー。伸ばし棒がない。ホビーショーでいけんかな。ホビーショー。ホビーショーとはダメだ。ホビーショーが検索したいのに iPad でひらがな打つ方法が分かんなくて困ってる。出た。チケット情報公開しましたって今。出てきたで。ちょっと待ってな。眩しいか。明日から販売開始だけどいつだろうね。違うか。ほんまや、3月7から販売開始しか書いてない気がする。何時だろう。インスタに書いてあるかな、ホビーショーの。わかんないね、何時からか。後でもし見てみて分かったら、ストーリーズとかアップするね。結構、オフ参加したいって方とか、プチオフに参加したいって言ってる方もいてるじゃん。ね、すごい楽しいしね、レイン作品の交換し合う子とか見てると楽しそうだなって思う。やっぱいいよね。私も作品山ほど作るけど、他の方が作ってくれた作品いっぱい集めてすごい嬉しくなってるもん。コマリッココレクション。で、この部屋が広くなったらコマリッコミュージアム作るねん。半分ぐらい空くで、この部屋。今、キングベッドのせいで半分埋まってるから。猫好きがもしもうママと寝ないって言ったらベッドちっちゃくなるからね。それはそれで寂しいな。そうなったら、そのスペースにコマリッコミュージアムを作りたいねん。みんなの作品を並べたい。明石でやるんやったらもうすっぴんで来るよ、スポーンってすぐ。やめとこうか、夢壊すで。プチオフ参加したい、お話ししたい、なんて言っても話し下手で借りてきた猫になる人ですけどって。でもね、意外とそういう方が勇気を出してオフ会に参加したら意外と馴染めてるっていうのをたくさん見てきたな。やっぱ趣味が一緒っていうか、このコマリンライブ見てる時点で、この空気が好きな人っていう共通点がすでにできてるんでね、前提で。多分、仲良くなりやすいんじゃないかなって予想してる。結構ね、来ちゃえばなんとかなってるね、みんな。ライブやってるって、やってる、生中継中。ありがとう、見つけてくれて。レジンじゃないよ。16
時ぐらいから販売開始だった気がしますって教えてくれてるみんな。ありがとう。夕方からなんだね。夕方かららしい。じゃあ、もう仕事終わった後ぐらいにチェックして。で、売り切れがないはずだから前売りは大丈夫だよね。VIP は売り切れあったけど、てかもう売り切れちゃったんかな。前売りは大丈夫なはず、普通の。参加できてたよー。リア友になったこまりっこさんとフリマなどのハンドメイドイベント一緒に行ったりしてますよ。いいよね、そういうのも。行ける友達ができると嬉しいよね。ハンドメイドに興味ない人誘えんもんな。マルシェ行かないとか言って。それがいいよね。あ、これがおかしいグルコじゃなかったっけ？そうだよね。これはね、アウトレットっていうか、もし壊しちゃったら出てくる用の予備にしよう。予備ってわかるようになんかマークつけたいな。謎のシールでも貼るか。あ、耐震コマリックミュージアムに、そうそうそう。作品ちっちゃいのいっぱい並べるから大変なことになる。地震来ちゃったら気をつけよう。そうそう、同じモールドでなんなら同じ色で作っても違くなるからすごいよね、レジンって。これ予備。それがすごいなって思う。面白い。こんにちは。たまたま YouTube 開いたらライブやってたよー。ありがとう。イエーイ。お子さんと寝れなくなるの寂しいですねって。そうやねんな。もう最後やろうでさ、私もさすがにもう一人とか考えてないから、一緒に寝てもらえるの最後だろうから寂しくなるけど、それはそれで成長って喜ばなきゃいけないのかもしれない。いやー、ライブ今気づいた。明石ならいけますって言ってくれてる。ほら、やっぱ小兵こまりっこさん多いで。いけるんちゃう？ワンチャンプチオフ。で、ドッキリでこまり登場とかいけるんじゃない？近いから。いそうだよね、たくさん。ちなみに今、名古屋オフ、ね、インスタされてる方。何で調べたら出てくるやろ？名古屋オフ募集中だよね、今。ここ2、3日でインスタ始めたのはいいんですが、トンチンカンでまだ投稿できてません。そっかー、始めてくださってわかんないよね、最初の方使い方が。頑張ってね。使い方しばらく試行錯誤になるかもしんないけど。いや、でも YouTube とかも最初さ、本当に私がインスタから YouTube に移動した時、みんな YouTube わかんないってなりながらみんな頑張って登録してくれて、最初の方みんな本名でね登録したって勝手に本名表示されるから、最初の方のライブ半分ぐらい本名でそんなんしてくれてたから覚えるの大変だよね、最初。あ、10時から販売開始やった。ありがとう。10時かららしいで。まあでも17時でも買えるだろうから問題ないと思いつつ、もう速攻買って安心したい方は10時からホビーショーの前売りチケット買えるそうです。プチオフやったらね、普通のランチ会みたいな感じになるよね、きっと。会場を抑えるとかじゃなく。あれでも予約ぐらいはしとくんかな、食べる場所の。ご飯とか食べるってなると思うから。そう、これグルコたくさん作ったの。もう一回見せようかな、時間経ったから。これはね、1000円ガチャの景品でございます。一回これをこうして。ね、今作ってるのは1000円ガチャの景品だ。そしてこの後この辺も、さっきね、前半に一通り見せたんですが、まだパンクマのやつを包んでないんだよね。それを包みたいかもしれない。すごい、神戸オフ、ここで成立しそうなぐらい参加しようとしてる方何人かいてるから。でも3人プチオフとかも見たし、何人でもいいよね、別に。そういうのもいいよなっていうか、今の時代特有の、だって今ってさ、結婚する人の出会い、マッチングアプリが1位なんでしょ？結婚した人の出会い方、今って。もうそういう時代なんだろうね、私がついてけてないだけで。聞くとびっくりするけど、マッチングアプリって思ったけど、それがもう当たり前なんだろうね、今は。
てか本当に仕事忙しかったりするとそれ使わないと無理ゲーだよね。出会いとか。わ、できたー。イエーイ。積んでいいかな ?10 個。すごい嬉しい。横向きにいや、横はダメ。積みたい。本名だった？そうでしょ？みんな YouTube ライブにこまりが映ったでって言ってね、登録とかしてくれたけど、みんな本名やって最初。うん。帰省の時とかは寝たりあるかも。部屋があれだからって。さあ、これいけるか？どこまでいける？10個。でもそんなことしたらまた壊すか、落として。やめよう、落としちゃダメっていうやつを積むのはやめとこっか、さすがに。とりあえずできた。すごい積みたくなっちゃったけど、よく考えたらダメだと思う。で、これができました。で、実はね、あと、こまりんく、キャラクターズくじで、あと1個包めてないやつがパンクマのやつだよね。でもその前にさ、缶バッジ見したいかも、缶バッジのキーホルダー。こっちの3000円ガチャのね、一番下に C 賞についてくるこまりボトル1点&フォトキーホルダー1点があるねんけど、このフォトキーホルダーが鬼画質いい場所で作ったからね、結構綺麗で見せたいかも。ちなみにボトルはこれじゃなくて、まだ未公開のボトルを用意するつもりですよ。川崎オフ、そんなんもしたい。そっちの方行きたいねんな、ちょっと。楽しみがあるっていいよね。インスタも始めたんですけど大変でした。頑張って初投稿までしました。そうでしょ、最初は本当に使い方とかどこにも載ってないからね、 SNS って。それが大変だよね。綺麗に箱に収めてあったけど見せたいから頑張って出しちゃおう。何個かにした方がいいかな。収納が大変そうだ。もう一回収納するね。こんな感じでね、いろんな台紙も手作りした。頑張って。で、このバッジのポイントは裏に全部サイン入りくまちゃんサイン100個ぐらい書いたで。そのバッジの写真に応じたクマが10種類書いておりますよ。それもお楽しみに。私もましただって。でも今それが当たり前になってるでしょ。でも私昔さ、出会った人と会ったことあるで、リアルで。急に黒歴史公開するのやめよっか。その時はマジで最先端だったと思う。今よりマッチングアプリとかない時代やったし。当時にしては珍しいことやったんじゃないかなって思うけど、今はそれが当たり前になったんだもんね。だからね、まだーって言ってくれてる。インスタ未だにわからんってだいぶ使っとらんけん。フライヤーもこまりさん作ってるのですかって。そう、全部作ったよ。すんごい。フライヤー類はね、全部自分で作ってる。こんな感じで。頑張った。これも自分で作った。で、ね、会場に置く予定のやつがあるねんけど、ちょっと見したいな。これ、画面開くと自分の個人情報出ちゃうな。17、18、19に会場にパンフレットを置こうと思ってて、誰でも持ってってくださいみたいな。それも作ったんだよね。クッキーの許可って誰やねん。クッキーって食べるぞ。いけた。かわいいって言ってくれてる。やっぱり首都圏のあたりのこまりこさん多いからプチオフしたらすぐ集まりそうな感じもするよね。サイン集とか絵本とか出版してくれたら嬉しいですって。ほんまに需要あるんかな。子供お風呂入れてきますだって。頑張ってね、忙しくなる時間だ。マッチングアプリで結婚しましたって。ねえ、今やっぱそうなんだね。今時だね。
でもそうじゃないと出会えん世の中になってない？なんとなくね。そんな気がする。あれあれ、保管したの消えちゃった。どこ行った？あ、まだ保管中か。インスタ見るたび微妙に仕様変更してるんだもんってすごいわかる。なんであんなコロコロ変えるんだ、使い方を。フライヤー欲しいって言ってくれてる。こんにちは、今来ました。だって。ありがとね。ゲリラライブ中でレジンしてないのですが、よかったら見てってくださいね。できたできた。待ってね。これを移動すると、フライヤーも見せたい。これは当日、ブースに置いておいて、みんな持ってってねってやりたいんだけど、バーって10枚ぐらいも持ってかれたら困るから、1人何枚とか制限はつけるかも。あったあったあった。これ当日置く予定のやつ、こんな感じのね、縦長のやつを置く予定で、こっち側に、多分コマリンレディもコマリメイドも知らない方もブースに来るだろうからね、そういう方向けにフライヤーを置く予定で、で、裏にね、すごい細かく説明してあるコマリッコについて、コマリッコ通信って書いて、この辺も頑張って作り込んだから、パンフレットを持ってく人見てほしい。初登場のライブ会とか書いてあるで、全部。パンクマ63とかあるやろ。これ63歳ちゃうで。社長78歳とか。そうじゃなくて、これ70、ライブの第78回で生まれとるねん、この人たち。マネ39歳、やばいな。サビキ24しっくりくるな。これは生まれたライブ会の数字だからね。でも初見の方は多分年齢に見えるだろうね。フライヤー欲しい？多分大きさが本当にこの iPad ぐらいの大きさのやつになると思う。これをね、ブースに置く予定で、1000枚作ろうと思っとるねんけど、足りるかな？ 3 日間で1000枚。さすがに足りるかなって思うんやけど。1000人は来ないだろうけど、何枚か欲しい人もいる。っていうか、困り子仲間さんに送る分のとか欲しい人もいるから、2枚ぐらいまで OK にして1000枚置こうかなって思ってる。社長そう、社長恒例。社長だいぶ78歳らしい社長。まあでもそんぐらいだよね、会社の社長さんって。サビキン若いうん。そうやねん。こんなんも作った。全部作ったね、頑張って。ポスターもフライヤーも。これだけ頑張ったからさ、成功させたくてさ、そのためにトラブルを回避したくていろいろ提案するねんけど、何一つ通らんって感じ。あ、また出てきた。また愚痴が出てくる。足らない？ 1000 足りない？ほんまに一人1日300枚。そんなに来るんかな人。1日300枚も持ってってもらえるんかな。あれ違う違う、これブースに来た人だけのやつだからね。そんなに来る？コマリンブースに。私土日で200人かなって今予想しておるねんけど。1年前3時間で150人だったからな。来てくださってたからな。1日あったらもっと来てくれるかもしれないなって思ってるねんけど。しまい忘れてる、危ない。足りないかもしれない。ほんま。でもこれってさ、今回のホビーショーじゃないイベントでも別に配れるやつだから、いっぱい作っとく方が得だよね、多分。そういう気持ちでドーンと2000枚ぐらい作ってみるかな。オフ会の時に配るとか。でも遠くの方がね、さっきからコメントしてくれてるけど、北海道だからゲットできないって言ってる方もいるし。そういう方にもね、お届けしたい気持ちはあるけど、難しいよね。カラーコピーでもいいから欲しいって言ってくれてる。嬉しい。今気づきました。倍速おかけします。だって、ありがとうね。愚痴しか言ってないよ、序盤。ありがとう。忙しい時間に。私ね、次包みたいものもう一個あるんだ。まさこ。
にかく内職をしてるわけ。この2ヶ月ぐらいずっと。こうやって。あ、髪の毛ついてる。LINE がいっぱい来るな、配信中なのによ。こっちに寄せまして。ね、さっき見したこういうセットはね、この2ヶ月ぐらいずっと猫好きパパが内職で作ってた。余ったらプレゼント作品に入れる。あ、でもさ、結構こんぐらいのやつだから入らないかも、プレゼントに送るときに。鑑賞用と保管用。ガチ勢だー。パンクマセットができてないんだよな、まだ。パンクマセットが。ホビーショー、木、金、土、開催。だよね。あれ、なんか間違えて言ったかな。何か間違えて言ったかもしれないね、私のことだから。パンクマのセットはどうやって作るんやっけ。こう入れまして、本当に内職みたいでしょ。あ、メモ帳今見せれるじゃん。前も見したっけ、どっかで。ここにいるなんか、何かがいる。さりげなく。あ、曲がっちゃう。メモ帳の中にもちょっとなんかいるらしい。内職大好きだから手伝いたい。ね、コツコツさ、動画とか見ながらコツコツやるのがすごい楽しい内職。ただそれどころじゃなかったもんでね、猫好きパパにやってもらうしかなかったんけど、時間あったら自分で全部やりたかったな。パンクマー。パンクマが、たくさんのパンクマが。パンクママニアに向けてパンクマを広げてみよう。もう手伝ってくれて助かったね。バイトに行きたい。バイト募集。コマリンキャラクターズを袋に詰めるお仕事みたいな。でもきっとさ、マルシェとか出たりする方ってこういう作業とかを頑張ってるんだよね、みんな。言うたらこのアクリルキーホルダー送ってくれた業者もさ、誰かが一つ一つこう包んでくれてたってことだもんね。そう思うと、そういう仕事もやっぱ世の中には大事だね。かわいいって言ってくれてる。そう、パンクマだらけ。パンクマ天国だよ。画面いっぱいのパンクマ。もう他のやつ包んじゃったからパンクマでしかできない。どうぞパンクママニアの方お納めください。画面いっぱいのパンクマを。あ、メモ帳褒めてもらえてた。嬉しい。確かに今回のノベルティたちはもったいなくてなかなか。でもコースターは使えるかな、さすがに。コースターはね、マステが使えないかなって思う。もったいなくて。これこんな感じになってる。で、この台紙も頑張って作ってみた。そして見えなくなったけどゆるこまもいる。でね、これできれば私ガチャが C 賞が出た時に C から1から C5 まで5種類あるからさ、物々交換とかをできた方がいいじゃんね。ランダムにスタッフさんが渡すと思うねんけど、 C 賞が出た方にもし同じのが出ちゃった時に近くの方と物々交換とかできるといいやろうなと思いつつ、そのブース周りがもう私のブースの真横に他の方のワークショップあるみたいなされてるから、人がたまったらもうカオスしか起こらないじゃんね。だからそれも言ったんだよね。ただ伝わってないかなって思う。またなってきて、またすぐ愚痴始まるんねんけど。内職袋詰めは1袋10円ぐらい。それが相場なんかな。10円か。100個詰めて1000円か。全部可愛くて全部欲しいですって言ってもらえて嬉しい。あれこれがマックスか。でも頑張ってね、作ったから会場に来た方はぜひゲットしてね。そしてこれも全部書いたよ。どうなるだろうね。本当に混雑具合によってはね、ガチャの制限をするつもりで、その1回並ぶにつき3000円1回、1000円2回までとか制限をつけて、もう一回引きたい人はもう一回並び直してねみたいなのやろうとしとんねんけど、とりあえず後の方に
夕方とかに来た人がもう何も弾けないになるを避けたいんだよなって思ってるねんけど、本当にそのあたりやってみないとわからないからね。どうしようって思う。コンプリートしたい？うん。あ、ライブされてるって、そうしてたしてた。ちゃっかりしてたのでした。いらっしゃいませ。あれ、この袋のサイズ合ってるか？なんかでっかい気がするけど、まあ、いっか。保存用、保管用、全部使えない。いいな、コンプリートしたいって言ってくれてる。そうそう、ダブったら交換する文化があったら楽しいよなって思うんだけど、それができないぐらいブースキツキツだからさ、いろいろ言うんだけど、鬱陶しいんだろうな。私相当鬱陶しいだろうなって思う、客観的に見て。っていうのを、もういろんな企業と仕事するたびにそうなる。絶対こうした方がいいですって言いたくなっちゃって。どこと仕事してもそうなるね。ただクロッチャがそれをちゃんと反映してくれるからやっぱすごいと思う。すごいと思うっていうか、だからやってるんだと思う。活動。じゃーん。こんな感じでね、どんどん増えていく感じ。うん。カオス映像お待ちしてます。ね、映像を撮れるどころじゃないかもしれないよね。交換会楽しそうだよね。それのために C の5とか数字つけたねん。名前がないとわかんないじゃん。コースターの人、メモ帳の人ってが2341234にして交換する人がこの判別しやすいようにわざわざ全部書いたねんけど、その交換スペースすら怪しいよね今んとこ。それですごいどうしようってなってるけど、もうやるしかないんだよな。ほら C5 まであるじゃーん。わやばい、机が崩壊していく。そのための数字不利だったんだよこれ。ただそれもできなくなりそうでちょっとしょんぼりになってる。どうしようって思ってるね。お迎えくんありがとね。最初から見てくれて。気をつけてね。そして塾へ送ってきましたわ。すごいみんな忙しい時間帯だ。ありがとうございます。あとあれも見していいんじゃない？ワークショップもうね販売終わっちゃったけど、昨日チケット作れるやつ見してもいいんじゃない？じゃあまあ、ワークショップに参加される方はね、これモールドなんとミヤノン氏が全員分2種類ずつ作ってくださったのでね、これお楽しみに。どっちか好きな方を作れる言うたけど、正直花の方が得やで。私課題めっちゃ持ってくつもりだから。課題って高いじゃんね。花の方が得だと思うよ、先言っとくけど。で、両方とも作り方が載ってる本を今作ってるからね。あ、これさっき作っとったらしい私。こんな感じで。わねえ、ツルツルぽってりカバンが作れるモールド、私が図案を出してミヤナン氏に作ってもらったんでね、ワークショップに参加される方はこれ持って帰れますのでお楽しみに。ついにマネがでかくなっちゃった。でもちっちゃいマネがいないよって感じ。ねえ、神だよね。ぽってりカバンのモールドがいいって変なイラスト出しただけで本当に仕上げてくれた。これかわいいよ、形がぽってりしてて。で、花を大量に持ってくつもり。だからどっちか選べるけど、花の方が得だと思う。じゃーん。ね、いろんなのができるという感じでした。そう、土曜日がすごいと思う。やっぱり。休みじゃないと来れない方も多いだろうしね。昔旦那の印刷会社の内職で、ポケットティッシュに小さなチラシ入れるやつね。4個ずつチラシを入れて4個ずつ袋に詰める内職で1袋5円。やばい。やっぱ内職って少ないんだね。世の中の内職は金額がそんなものなのか。でもそう思うとクロッチャのさ障害施設の方に花をちょきちょき小分けしてもらってるやつ、普通の時給でし
してもらってるのすごいよな、やっぱり。どこ行ったっけね、気になる、その話気になる方はクロッチャのライブ見てきてね。最近やってたライブ。仕事終わって帰宅中って方もありがとう。お疲れ様です。明日で金曜日だ。後日のライブでやっぱり言った通りになったよねって小森さんが言うの楽しみにしてます。そうでしょ、もう私そこまで見えてるもん。もうだって分かりきってることだからね、カオスが起こるって。でもそのカオスを楽しめるぐらいの気持ちでいこっかなって思ってる。ちなみにスタッフ自体はすごい足りてる。10人ぐらいいてる。補欠も含めスタッフさん自体は足りてて、とにかくスペース問題だね。スペース、私がどれだけ言ったところでスペース自体を広げる権限は上にあるだろうから意味がないんだと思う。わー、どんどん増えていくじゃね。すごいよね。絵で出したやつを形にできるのすごいよなって思う。保育所到着しちゃったのでまた後で間に合ったら来ます。だってね。ママさんズ頑張ってね。大変な時間だから。そう、土曜日大混雑になっちゃうだろうなって思ってる。だってさ、去年3時間で150人来てくれて、そこからチャンネル登録者数2倍、 YouTube2 万人増えてるから、インスタグラム2万人増えてるからさ、そうなるとやっぱ見つけてくれるっていうか来てくれる方も増えてるだろうなっていうのはちょっとあるけど、ただ想像ができないからどうなるんだろうって感じだよな。これもうほんと始まってみないとわからない。でもその少ない手立ての中でできることは全部やろうって思ってる。遠くから見守る組の方もどんな感じやったか私の報告をお楽しみにね。あんだけ愚痴っとったけど実際どうなったんやろうなみたいなワークショップ手ぶらで来ても大丈夫。全部用意してるし、補充も1人1本用意するつもりお持ち帰り OK で、レジンボトルも小まりシンボトルお持ち帰り OK の予定だしね。でもシリコンブラシとかねんけな、ヤスリはね次の使い回しになるから間の時間に手入れして次の方に使ってもらって、何個かは使い回しになるね。ライトとかね、そういう感じになると思う。いつか販売されないかなって言ってくれてる。モールドかな。モールドどうなんやろうね。だって手作りしてくれてるからね。一個一個流して型に。作ったことないから分からんけど大変そうだなって思う。そうそう、あっという間にガチャ終わる。それがねしたくないから、それが一番ダメだと思ってるから、よほど混んでたら1人1回制限になると思う。並び直したら OK だけど、ただ整理券を配布するってホビーショー側の方が言ってるから、そうすると整理券の時間内しか来れない上にガチャもう一回引こうとしたら整理券の時間内に並び直すってなるとやっぱ難易度高いよな。ほんま悩むわ。どうしたらええねん障害施設の内食は1つ 0.5 円。1つ 0.5 円。もう1時間頑張って数百円とか数十円のレベルなのかな、もしかしてね。社長のその話聞いて貢献したくなってスタッフらはたくさん買いましたって。優しいねえ。そのプロジェクト私実は知っとったねんな。2年前ぐらいから確かやってる気がする。障害者施設の子たちに、パーツの小分けとかね、その子の能力でできる範囲のことをお願いして普通の人と同じ給料を支払うみたいなをやるプロジェクトの団体みたいのがあって、2年前ぐらいにこんなん入ってますって確か LINE で会話した記憶あるから、結構前からやってるよね。何気にクロッチャ。そういう新しいことを結構やるところだから好きなのもあるかなって思う。で確かに机の上でクレーンゲームできそう。やらんかった。ちっちゃい頃とかに兄弟とか友達とかと
ウィーって言って、相手にストップって言ってもらうやつ。こう、ストップって言ってねって、ストップ、ウィー、ストップとか言って。で、こうやって、取れんのかいみたいな。こんな遊びしんかった、私。ちっちゃい頃妹としたし、子供たちともした記憶がある。みんなやるゲームなんじゃないこれ。おててクレーンゲーム。それできそうだよね。でさ、こう、明らかに真上に手いったのに、遊んどる相手が意地悪で、なんかわざとスカみたいな。そんなことをやってたよ。ちっちゃい頃。そうなんだよね。難しかったね。てかもう、なんか最初にやるときにこうなるんだろうなって思ってたやつと違いすぎた。理想と現実だよ。多分他の仕事とかでもあるんでしょ、こういうことってね。理想と現実だ。現実を知ったね。でもやれる分で頑張るんだよって感じだね。あ、生き量大歓迎。ぜひ送ってくださいね。今回もすごいことになるかもしんない。困りブースの周り、霊感強い人来たらびっくりするぐらい生き量いるかもしれない、今回も。ダメ。署名活動とかはね、しなくていいし、あと、こういう話をした時に結構苦情入れちゃう方がいて、こまりさんが何々って言ってますみたいな。それやめてほしい、ほんまに。クロッチャとかにも結構行くねんけど。私がクロッチャの愚痴を言うと、それをこまりさんがこう言ってるのでやめてくださいって言ってくれる方がまれにいて、それは気持ちはすごい嬉しいけど、給料もらってる身だからね、これでも。それは困るなって思う。実はフォビー賞ももう結構言ってるんだよね、問い合わせ。こまりさんに会えますかとか聞いてくれてる問い合わせもたくさん来てるらしくて、それはすごい嬉しいねんけど、なんか迷惑かけることになっちゃったら申し訳ないよね、それは。整理券を持って並ぶみたいになると思う。常時50人以上ブースおりそうな気するねんけどな。どうなるやろう。ほんとそれが当日にならないとわかんないよね。ブースにおるっちゅうか、3メートル四方のブースに50人入らないか、ブースの周りに一応スペースを確保していただいて、そこにいてもらう感じになるかもしれないんやけど、それもまだね、実は確定してないんだよな。マネちゃん、いつか販売希望ですって、確かに、そういうのもありかも。それはあれだな、モールドを作ってくれた方にも、宮野氏にも確認した方がいいかな。いや、違うんかな。一回相談してみよう。でも大丈夫だと思う、販売しても。これ違うか、もうやったやつか。そっか。その取り組みでクロッチェさん大好きになりましたって言ってくれてる。ねえ。だからそういう他のとこがしてないやつするの好きなタイプだから、そこも評価しての今活動してるって感じだよね。そっか。うちの子障害児やねん。いい企業さんとかね。うちにも発達障害の息子いて、慣例で合ってるよね。さすがにこの漢字の読み方。慣例じゃない？慣例を受けて私もスターフラワー前職買いましたって。すごい前職。ありがとうございます。きっとね、その子もお仕事が増えて、黙々と楽しくカット小分けしてくれてるんじゃないかなって思う。ありがたいね、そういう気持ちが。鳩。なんだろう、鳩って。おしか使い用語のことかな、鳩って。ちょっと待って。やばい、感銘だった、惜しい。慣例じゃなくて感銘だった。大事なとこで読み間違えちった。ね、さっきから社長の顔の上に貼っとるねん、わざと。モザイクみたいになってる社長が。関連鳩告げ口。なるほどね。告げ口か。でもその人にとっては小まりさんが良くなるようにって言ってやってくれてるかもしれないけど、まあ客観的に見ると告げ口になるからそういうことになるんか。なんで鳩って言うんだろう。クルックだからなのか。
それが気になる。鳩って言うんや。あれ、シールが貼ってないやつがさっき1個見えた気がしたけど、気のせいかな。パンクマズ。あ、シールの位置これだけ違う。剥がせない。剥がせないか、いっか、こっちで。ね、こんな感じで包んでるって思ってたんだけど、シールがなくなっちゃった。で、この辺で一回ライブを終わっとこっかがだいぶ愚痴ってすっきりした。漢字も間違えて。くるっぽ。あ、なるほどね。電書バトのバトなんだ。どうしよう。まだワンチャンいけるよね、ご飯に。まださ、ご飯に影響ないよね、今おやつ食べても。ちょっとだけ食べよう、おやつ。あ、机どかさなきゃポロポロこぼれちゃうから。ちょっとだけおやつ食べよう。で終わろう。おやつおやつを見せつけて終わるらしい。鳩を飛ばすっていう。なるほどね。でそれはさ、善意でやっとるんかなと思いつつ、こちら的には困りはするねんけど、善意だよね。でもきっとうまく今みたいに伝えなきゃダメだね。私も黙っとるんじゃなくて。見てー、食べかけだけど、今だったらまだ夕ご飯に響かないと思う。ちっちゃいやつ食べれば。見てたらお腹空きますね。ちょうどみんなお腹空いてくる時間だ。夕飯に影響ないレベルで食べよう。これも軽そう。ゴーフレットも食べちゃえ。カステロ最後にやって去っていくらしい。みんな今からご飯タイム。あ、すごいな。そのあっさり白いクリーム美味しいな。合ってて。安定のゴーフレットでね、昔から知ってる安定の味って感じで美味しい。そう、まだやってた。ちょっとキリがいいとこなんでね、この辺で終わろうと思っていて、パンクマをいっぱい見せたりして終わろうかなと思ってる。グルコもいっぱい梱包できたし。うまい。皆さん、こんな木曜日の変な時間に見てくれる方も、あとアーカイブで見てくれてる方も、レジンも作ってないのに本当にありがとうございました。今日のライブを聞いた上で、私が日本ホビーショーどうやり遂げてくるのか、そのあたりも注目してね、また報告したいと思いますので、遠方で来れない方も見守っていただけたらと思いますよ。グッズかわいいって言ってくれてる。そう、かわいくできた。いろいろあるよ。あ、これ一緒だった。こっちか。この辺持って帰るの大変かもしれんけど、クリアファイルとかもあるよ。もう1時間経ったのって。ね、何分だろうね。ずっと社長の LINE が邪魔で見えないんだよな。108分って出てる。そっか。ね、グレコ作りますねって。頑張ろうね。私も実は残ってるから作ろうかなって思ってるから。どうしようかな。A 賞を増やしちゃうか。こまりさんのライブ楽しいですって言ってもらえて嬉しい。ありがとうございます。ちょっと愚痴っぽいライブでしたが、そう言っていただけると助かります。そう、梱包されまくったパンクマたち。首だけになっちゃって。ホビーショー生き量を飛ばすので楽しみにしてますねって。ありがとうございます。もうそう言ってもらえるとね、私もモチベが落ちそうな、もうジェットコースターみたいになってるやつがちょっと上の方に安定するかもしれないんで、応援パワーも本当にありがたいですね。
うん、社長からさっきからなんか来てるね。後で返そうって思った。生き量でうろつくんだ。そう、もうこまりっ子は生き量を出すのめっちゃ得意みたいな感じでね、ブースの周りにたくさんいてほしいね。帰りにてりたま買って帰ろう。かっこ2日連続。いいじゃん、てりたま美味しいじゃん。マック食べたくなってきた。今から支度とかする方も頑張ってね。生き量になろうとしてる人もたくさんいてくれてほんま心強い。生き量見えるようになりたいねんけどどうしよう。みんなの生き量が来てる様を見えるようになりたい。いいタコ修行とかやってこればいいんかな。ね、ありがとうございます。ということで、今日のゲリラはこのぐらいにして、アーカイブ残るんかな、ちょっと自分で聞き直してみて、いや、なんか聞き直すのもやだな、ぐだぐだ言ってる自分を聞くのも。聞き直さない、もういいや。残しとこう、アーカイブに。もしなんか、出ないでくださいって言われたら、じゃあ出ませんでいいや。ドカーンドカーン。そんな感じで、今日もありがとうございました。明日は金曜日の普通の配信が20時からあるので、また時間合う方は遊びに来てくださいね。残してみるね。わかった。ね、ありがとうございました。じゃあこの後も家事とか育児とか仕事とか頑張りましょう。じゃあまたね。バイバーイ。